おはようございます。たかしです。本日は10月24日火曜日、ただいま8時43分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。Twitter では SNS 更新情報や FX のプチテクニック、先出しなどの配信をしています。リアルタイムな情報収集、ちょっとした学びの教材としてご利用ください。アカウント情報は概要欄にあります。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円ですね。ポンド円全体的なイメージとしては揉み合いをしている。そこからの上昇になるのか下落になるのかっていうところを見ておきたいんですが、大体の大枠としてはこの白の水平線、183.9、184円ぐらいが上限、そして下限が 178.5 ぐらいというところを考えていたんですが、昨日の上昇で GMMA の青帯を上抜けてきましたね。まだ GMMA 横ばいですので基本的にはまだレンジを想定するんですが、まずは直近のこの高値、184円付近を明確に上抜けるかどうかに注目です。184円を上抜けてくると、次は今まで上値抵抗だった184円を抜けることになりますので、次はそこ、184円がサポートになる可能性があります。そうすると184円を背に押し目買いっていうのが考えられますので、現在は重要なところにある、本日そこを抜けられるかどうかに注目しているというところです。ストキャスティクスは高値圏に近づいてきてますので、ちょっとこの辺は注意ですね。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足先ほど言っていた184円のラインがこの白の水平線です。183.913。そしてそれが直近の高値付近ですね。10月の12日付近の高値になってきますので、そこを抜けられるかどうかです。現在直近安値この10月3日の長い下髭の陰線がありますが、ここからの上昇トレンドに入っていけるのかどうかっていうところです。GMMA の青帯はまだ横ばいですので、基本的にはレンジですけれども、今黄色のボックスを上抜けてきましたので、まずは直近高値の10月12日の高値を目指す。そしてそこを超えてくると先ほど日足でイメージしました。そこからの押し目買い。で、直近最高値になる、ここですね、186.7 か8付近。そんなあたりを目指していくと考えます。昨日結構強めに上昇してきてますので、本日この流れについていきたいという方もいらっしゃるでしょうけども、今4時間足、ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここから4時間足単位の調整の下落をするということも考えられますので、このままスルスルと上昇していくときは買い足でそれについていくのもありですが、常に上位足の調整下落が入る可能性は考えておいた方がいいと思います。では1時間足です。1時間足にはさらに緑のボックスを描いてました。そこも黄色のボックスも昨日一気に抜けてきましたね。ですので、まずは次の下落っていうのはどこに押しをつけるのかを待っておきたいところです。黄色のボックス上限付近もしくは緑のボックス上限付近、そのあたりまでの押しを待ちたいんですけれども、本日も朝から結構上昇してきておりますので、このままスルスルと184円ぐらいを捉えてくるかもしれません。そうすると184円っていうのが先ほど言ってました直近の高値になりますので、そのあたりでは一度下落、反発の下落をする可能性があるんですね。ですので、そこを見ておくといいですね。現在地から押しをつけるのであればそこからの押し目買い。ただしこのままスルスルと上昇してきた場合は直近最高値の184円付近での次反発の下落を見ておく。そして184円を明確に上抜ければそこからの上昇の流れについていくというそんな感じのイメージができます。では次はドル円です。ドル円はもうほぼほぼ動いてないので、あまり何も見るところはないんですが、ずっとこれ日足見ていてもわかりますけれども、全然動いてないですよね。ですので、今はこのレンジをどちらに抜けるのかというところを見ておきたい。ただし GMMA の青帯は上向きですので、基本は上昇トレンド中、下がったところでは、押し目買いが入りやすくなってますので、その辺注目です。では4時間足です。4時間足は赤の平行チャンネルの中で動いてます。その下限付近っていうのが今まで結構意識されてきているんですが、昨日は下落してきましたが、まだ下限に到達してませんので、もう一段安っていうところは考えておきたいです。ただ今 GMMA の青帯に引っかかってますので、ここから上昇していくということも考えられますので、基本は下がったところを買っていく。これが今のこの上昇トレンドに順張りしていくということになりますので、現在の上昇トレンドを崩してくるまでは押し目買いでやっていけばいいと思います。では最後に1時間足です。1時間足ではずっと安値を切り上げてきて、そして高値も切り上げてきていたんですね。若干ではあるんですが、高値を更新、そして安値を少しずつ切り上げてきてました。ただ昨日の大きめの下落で安値を更新してきたんですね。ですのでちょっとここ気になりますね。今 GMMA の青帯付近にありますが、ここから下落していくようですと、先ほど4時間足で言っていた赤の平行チャンネルの下限ぐらいまでの下落を見ておきたい。そしてこの平行チャンネルを下抜けると
直近の安値、10月17日のこの安値ですね、このあたり148円のミドルぐらいまで下落する可能性は考えておきたいですね。そして逆に上昇をイメージするのであれば、今 GMMA の青帯を昨日下抜けてきましたので、この青帯の上に乗せてからの次の上昇っていうところを見ておきたいです。先ほど安値を更新してきたと言いましたけれども、直近のこの細々した動きの中の安値を更新してきただけで、大枠ではずっと安値は今切り上げ続けてますので、基本的には上位足は上昇トレンド中、その中で1時間足が上昇トレンドを崩してきましたよというところなので、ここから大きな下落になるのか、それとも上位足の調整の範疇なのかっていうところを見ておきたいです。今のドル円ほとんど動いてませんので、トレードする優位性はありませんので、まずは様子見ですね。もうしばらく明確な動きが出るまでは様子見でもいいんじゃないでしょうか。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。有料ノートで日々の相場分析を販売しております。ポストプライムのプライム投稿を切り売りする形での配信です。プライム投稿では情報量が多すぎるという方に向けて、投稿の一部を価格を抑えて販売してます。少しでもお得に有料投稿を利用したい方はぜひご検討ください。FX は知識量が勝率を分けます。有料投稿はそのお手伝いができますので、効率よくご利用ください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。